皆さんこんにちは。今日紹介するのスタイルはドイツのシュバルツです。シュバルツで作ってるビール工場も毎回ビールの話言ってると少ないの言葉出てくるけど、だって少ないと思う。本当に定番でシュバルツ出してるところなかなかないんですよ。アメリカでもクラフトビール大好きな人たちいっぱいいて、工場8000工場以上あるなのにシュバルツで出してるところが少ないと思う。シュバルツって言うと黒ビール。待って、みんな黒ビール好きじゃない。黒ビール好みじゃない。黒ビールどんなこんなとか、黒ビールという言葉は本当はなくなったら助かる。黒ビールの中でポーターでもあるし、アメリカンポーター、イギリスポーター、スタウト、アイリッシュスタウト、ミルクスタウト、なんだっけお姉さん、シューバルツ、この言葉なかなか覚えにくい。シューバルツとか、その黒ビールの中で意外といろいろあります。だから黒ビール好きじゃない、黒ビール飲みたくないは違うの。この青空の日で33、4度ぐらいの暑さの中でもこのビール飲むと美味しくできるから、黒ビールすぐ私黒ビール好きじゃないって言わないでね。これ絶対美味しいから。じゃあ開けてみよう。ほらほらほら、これ絶対美味しいよ、暑い時でも。いやー、皆さんどうですか？美味しそうじゃない？とりあえず香りからその板チョコと少しコーヒー豆の間がよく取るけど、スバルツは日本語の言葉足りないけどバーンと焦げてるっていうか、インペリアルスタウトとかよくあるそのもっと強いロースト感が良くないです。こっちがローストモルトのチョコレートとかコーヒー屋の風味がつけていいけど、あんまり強いとドリンカビリティ低くなるから、その感じは出したくないで、こっちがちょうど綺麗に深くチョコレートとかコーヒーの香りは出てくる。で見た目ももちろん黒感じ見られるけど、光当たればやっぱり暗い茶色な感じ、真っ黒とかではないです。ですけど泡が真っ白じゃなくてちょっと薄い茶色の感じになります。味はどんな感じ？これ毎日飲められるね。もう飲んだ瞬間チョコレート、コーヒーでその少しでもダークキャラメルという風味もありますね。香りも入ってるけど甘い、重くなる、くどくなるとかの感じは一切ない。ドライで終わる。甘みもない。意外と甘みくるんじゃないかなって感じに思っちゃうけど来ないんですよ。ちょっとだけ来ても大丈夫だけど、やっぱりこっちがドリンカビリティが大切だから、もう味濃く切って意外とさっぱりする。何も口の中でいい意味で何も残らない。でこっちもボディ感がちょっとミディアムぐらい当てても最後の終わりがドライが欲しいです。やっぱりそのドライの感じだとごくごく飲める感じだから、美味しいよね。でスバルツのスタイル通りの感じはこれです。
までは行けるけど、黒まで行くのは少ないよね。こう見れば、下の方見れば綺麗な茶色だし、香りもいいし、これもこんなに暑いの時でも2、3杯でも全然飲みますよ。こういうビールが最高ですよ。もう皆さんこれ見つけたら、一生懸命頑張って作ってくれてるところあれば、ぜひ一杯でも飲んでみれば、もしかしたら黒ビールっていうイメージが変わっていくと思いますよ。じゃもしベーレのスバルツの手に入らない方いるんだったら、これも飲んでた、ちょっとドイツで作られてるのをツバルツちょっと飲んでみたい、そういう方がこういうビール工場とツバルツ作ってる人たちがおすすめです。こんな感じです。はあ、もうあっという間ですよ。ちょっとあといっぱい飲んだ方が、もう早く書いてって多分なんか誰か言うわかんないけど、今日はツバルツの紹介でした。でツバルツ作ろうと思う方がこの後が私考えたレシピを載せるんですけど、キーポイントはトゥンクルよりは暗さがあるですけど、その焦げてる部分というかローストが強い感がアメリカンポーターとかまではいかない。だからうまくトゥンクルとアメリカンポーターとかの間に作って、ドリンカビリティが高いのビールがいいかなってスタイル通りいくんじゃないですかっていう感じで、このレシピがおすすめです。美味しかったね。ツバルツを作りたい方、一つのすごく大事なポイントがあって、トゥンクルよりちょっとくらいけどアメリカンポーターとかまではロースト感とか焦げてる分はいかない。だからその間にうまく通せばいいと思います。で、おすすめのレシピがこの後はあります。だからそのレシピ見て作ってみたい方あればぜひ作ってみて。じゃあ皆さん、へばなー。また今度ね、来週よろしくお願いします。